どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。前回は、ゴッツァ難民キャンプ、のみでしたね。そこで千年の夢2つ、それから1つ、サブクエをクリアした。今回は、グランドスタッフ、に行きたいと思います。これで、みんなが集結して、から、ちょっと道オープンワールドみたいになったんだけど、行けるとこは、ほぼ全部行ったね。イプシロン山脈とバウスの海は行ってないのと、あと全部一通り行きましたね。人がいるとことしては、もうここが最後のはず。あとは、ちょっとなんていうのノーチラスか。ノーチラスで行けるようなとこが、海から入れるようなとこがあるとは思うんだけど、そこはちょっと行っては今いませんので、とりあえず、今回はここ行ってみましょう。いや、前々回のね、サマンでのジュークボックスみたいのを直す、サブクエあったでしょ。あそこで流れてた曲がさ、パート41にも流れてたんだけど、いい曲だなって私ずっと言ってたと思うんだけど、あれをさ、アマゾンで探してたんだけどさ、サントラをさ、このロストオデッセイの。そしたら存在はしてるんだね。でも何せいかんせんすごい前の作品だから、プレミア価格みたいのついちゃってるのもそうなんだけど、どうにかして手に入らないかなと思ってるんだよね。曲名すらわかんないからさ、この作中で流れててもさ、困惑する技術者カブラス、困りました。ダイナモが異常回転し始めたんです。もうほとんどの技術者が基地を引き上げてしまったので、修理できる者もいなくてどうしたらいいのか。お、これはサブクエじゃないのか。見てください、あのダイナモ、魔導機関の振り子が止まってしまって、あれね、ちょっとごめんなさい、画面、丸っこいやつね。振り子が止まってしまってリミッターが効かなくなったんです。あの窓機関は特注品でして私たちでは修理できないんです。こういう時こそセドじゃん。専門の技術者はもう基地から撤収してしまってますし。これはちょっと会話長いね。サブクエかな。こんな異常運転が続いたらダイナモが壊れるだけでなく、この辺りに充満する魔導力を刺激して暴走させかねません。あれか、暴走ってそれってすげえやばいんじゃねえか。またね、暴走するのはまずいね。騒ぐんじゃねえ。要するに振り子を動かしてやればいいんだろう。お、セドいいね。できるのセド。当たり前だろ。ちょっと見せてみよう。いきなりセドの場合っていきなりクリアできるんだよな。サマンの時もそうだったけど。動いたよ。やった。動力が復活したのでダイナモのリミッターも回復しましたよ。感謝する技術者オース、本当にありがとうございます。お礼と言ってはなんですが、これをどうぞ。お、ヒヒロカネだ。FF おなじみの。前ノーチラスで海潜った時もらいましたね、3個。おかげでダイナモも正常運転に戻りました。本当にありがとうございます。一時はどうなるかと思いましたよ。ありがとうございます。そういえば前回手に入れたデスパウダー、あれちょっと作ってみようか。初めてだし、アサシンとかいうの。これね。はい。まあちょっとね、作ってみようかね。アサシンプラスとかあんのか。あれないね。まあいいか。まあ即死が効く敵っていうのはそうそうないないとは思うよ。ボスには絶対効かないだろうし、ここにピボットね。あと誰か話しかけるやついないかな。こっちに人がいたな。ここね。ここいないんだ。ここになんか株式会社なんとかっていうのなかったっけ。正式に申請してたんじゃいつまでたっても必要なものは手に入らないですからね。まあ闇市みたいなものです。やっぱり資材が足りん。研究には膨大な魔導力が必要だというのに、こんな横流しの資材などでは話にならん。闇市なんだよね、ここね。だいたい今研究で使っておる魔導
魔導カプセル、これの出力は弱すぎるのだ。私の実験装置を動かすにはこの30倍は必要なのだぞ。へえ、ちょっと長いな話が。もしかしたらそれなのに30個の魔導カプセルを要求したら、今度は実験中止などと魔導研究を全く分かっておらん無能どもめが。なるほど。噂ではガンガローがかつて通常の10倍以上の出力を持つ魔導カプセルを開発したらしい。それなら3つほども手に入れば、実験が続けられるのだが、魔導カプセルはガンガローの元の屋敷にあるはず。本当にあそこにまた行けって。じゃあ行こっか。どうだ、私の偉大な研究を手助けする気はないか。いやー、やめておくってことはないからな。なんかちょっと大丈夫かな、協力しちゃって。魔導研究に協力する。ガンガローの屋敷にあるという魔導カプセルさえ手に入れば。このゲームさ、サブクエはさ、トレハンメモと違ってこう入らないからな。こういう項目がないからさ。さて、調査に行くなら武器防具は必需品ですよね。我々には無用の長物ですからお安くしときますよ。変わんないかな。変わんないんだな。変わんないね。なるほど。この商品は政府の横流しじゃないかって人聞きの悪い物資を有効利用しているだけですよ。あ、そうか、横流ししてるんだったんだっけ。この商品横流し物資じゃないかって。実はその通りですが、ここで買えた方が便利でしょ。まあね。これ動かしたからここ通れるようになったんだよね。本当は箱で塞がれてたんだけど。いや、また調査に来たんですか。今の超帰りは凄まじいですよ。とても近づけません。そうなの？この人は同じ人だっけな。前にも同じで凄まじい紹介料です。我々もグランドスタッフに近づくことさえできません。さっきのオースって人だな。言葉変わったんだな。一体首都では何があったんですか。グランドスタッフが再びバースの海に、来たんだガンガラ。再びバースの海に現れたんです。なるほど。誰かいるかな。グランドスタッフは超海流のエネルギーを吸収し魔導力を増大させている。このままでは危険だ。やはり遠方からの計測だけでは無理があるな。何度か魔導スポットの近くに計測器を置けないものか。これはサブクエなのかな。魔導スポット。おや、ちょうどいいところに来てくれましたね。我々の魔導研究に協力してくれませんか。いいね。何難しいことはありません。ここにある魔導計測器を世界各地の魔導スポットに、世界各地セットしていただければいいのです。魔導スポットの一つはイプシロン山脈の頂上にあります。これでイプシロンに行く理由ができたな。一つは、あとは他はゴッツァにあるという暗黒洞窟の深部と、やはりゴッツァのアイスキャニオンの凍りついた入り口。今は滅びた東方部族の遺跡。これは今からっていうか、行こうとしているメインストーリーですね。こんなの覚えられない。あとは魔導スポットは魔導力が特に強く集まっている場所で、この計測器を持っていればすぐに分かりますよ。ちょっと待って、他にもあんのかな。そこに、計測器をセットしてきていただければいいんです。もちろん報酬は差し上げます。協力していただけませんか。ありがとうございます。これで魔導研究も一層進みますよ。ではこれが計測器です。よろしくお願いします。4箇所。一つはイプシロン、もう一つは暗黒アイスキャニオン。じゃあ東方部族がいけるな。なるほど。魔導スポットの位置が分かりませんか。イプシロン山脈の頂上とゴッツァにある暗黒洞窟の魔物が集まってるあたり。
ああ、じゃあ出口の方ってことか。ああ、もう一回話しかけるもんだな。それとアイスキャノンの入り口、どっちの入り口かな。うん、遠くに神殿が見えるあたり。おお、これはいいね。ちゃんとこういうの聞かなきゃ。4箇所窓スポットがあると言われていますよ。ああ、違う違う、違うのよ。うん、さ、これさ、こう調べられるのよ。うん、うん、これいろんなことね。うん、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 まあね、うん、こういうのが聞けるっていうデータベース、ちょっと今いませんけど、確かこれね、動画でもやってないかな。裏で発見してこういうのがありましたよって、うん、言ったと思うんですけど。ちょっと割愛させてもらいますが、いろいろ興味深いことが書いてありましたよ。グランドスタッフのことについてとかね。さて、暗黒洞窟、あとこれね。これさ、サラのトロヘアンメモ。あれが反応しないんだよね。じゃあ暗黒洞窟でも行ってみる？じゃあ北だ。待てよ。敵と戦わなきゃいけないかな。うん。その4箇所全部。とりあえず今ので全部人話しかけたはず。魔物が集まるとこって多分ここのはず。うん、あそこにいるね。魔導計測、あ、そういえばウーラで技術者に頼まれた魔導スポットってここだよね。預かってきた魔導計測器をセットしておくよ。ああいう機械があるようなとこなのかな、全部。あ、セドね。あ、セスね。魔導計測器をセド。なんかちょっとよく見たかったな、セスを。うん、なるほど。へえ、じゃあ戻ろあとさ、ガンガラの研究室っていうのもちょっと行かなきゃいけないね。あいつらとはもう戦えないのかな、緑のやつ。なんて名前か忘れちゃったけど。うん。ちょっといろいろ行ってみたいんだけど、ちょっと先に一つ、クエスト、ほら。これね、ちょっと行ってみよう。さあ、ちょっとカットしてると思いますが。そっか、先に石碑を取りに行かなくても、今のついでに石碑取りに行けたんだな。暗黒洞窟。まあそんなの知らないからさ。グランドスタッフであんなクエストがあるなんて。うまくできてるね、このゲームね。他にもそういう風に思うようなことがいくつかあったけど、今パッて出てこないけど。さて、こっちの方が近いな。さあ着いたね。丸ごとちょっとカットしてるかもしれないね。じゃあ、そっかそっか。これでいけるのか。そっか。そっかそっか。あ、なるほど。ボスを倒した後、これ使えますからね。まずい。トンズラシューズをセットしてない。トンズラをセットしてない。まずい。よしよし、この辺、おっと光ってるぞ。お、魔導カプセル3つとか言ってなかったっけ。あ、1、3つぐらいって言ってたっけ。ちょっと待って、今動画見返すこともできないし。はい、ちょっといろいろ動き回ってみたんですけど、ちょっとないので、今クリアできないのかもしれません。なので、さっきの計測器、それをセットしに行きましょうか。あれも無理なんだけどね、全部は。東方部族のなんだっけ、さっきの。調べる。あ、ここ
こか。よく見ればよかったな。おお、魔導カプセル。ちょっとなかったのでちょっとカットしてるかもしれません。戻ろう。ちょっと失礼して別撮りの動画を、パート、56に差し込もうと思って今ちょっと録画ボタンを押したんですが、前回の魔導カプセルがガンガラ王の屋敷にあるっていう、話がありましたね。でそれを、この最初に受けた話を、スクショ撮ってなかったんでもう一回戻ってみたんですよ。そしたらあと一つ、確かにね2つ見つけましたね。で、魔導力、あと一つ手に入れればでガンガローの屋敷ってまだ言ってるわけだから、ちょっともう一回戻ってね探してみたんですよ。したら割とすぐ見つかって、ここにありました。入り口から入ってすぐ右の奥だからちょっと撮ってみますね。魔導カプセルね。それで3つ揃ったのかな。ここね、3つ揃いましたね。というわけで、さっきの、なんだ、グランドスタークの建設予定地だっけ、そこに、戻りたいと思います。何もらえるのかな。おお、これさえやれば我が偉大なる実験への協力。深く感謝するぞ。これは報酬だ。取っておけ。おお、素材だったか。儀式のクリスタル6個。では私は実行を始めなくてはならんのでな。これで失礼する。おお、なんか後でなんかあるかな今の人。これですね。シャーマンプラスだ。呪術系に大ダメージを与えます。いいね。なるほど。ということですね。それからね、今これ別撮りって言ったでしょ。でね、裏でね、バウスの海行ってみたんですよ。そこだけ行ってなかったから。そしたらね、行くも何もさ、こんな風になっちゃって、ね、橋も流されてしまった。これではグランドスタッフの調査など無理じゃないか。で、この日の宮蔵みたいのさ、もう崩れちゃって、左側のね、それからね、ほら、この先にグランドスタッフがあったの。でさ、ボギーモレー戦があったね、ボス戦ね。ちょっと序盤としては割と強かったよね。とにかくこっから先に行けないの。それならそれでね、行かなくて済むし、いいかと思ってさ、ということなのよ。というのをちょっと差し込みたいと思います。このワールドマップのところまで戻ってきました。アイスキャニオン行ってみようか。入り口どっちかな。じゃあ来た。はい、カットしてるとは思いますが、計測器を置くような場所ってどこなのかな。上とか。嘘。ダメ。これ石碑ね。さっきのゴッツの難民キャンプで言ってた東の雪原の宝箱うんぬんっていうのは多分これのことだと思うんだ。ちょっと覚えてるかな。さっきの難民キャンプの医療施設でいたおじいさんね。どっちだろう入り口って。ちょっと待って、じゃあ南に行ってみるか。ここ敵いないんだよね。いくら歩いてもね。ここボス戦があったとこですね。カットしてるはずです。じゃあ入り口あたりっていうことだから北がなかったからこの南、ここ、おっとなあ、ウーラの技術者が言ってた魔導研究のために調査が必要な魔導スポットってここだったよな。計測器をセットしとこうぜ。ヤンセンだったりセスだったりいいね。おう、セットしました。いいね。よしよしよし。じゃあ次はイプシロン行ってみよう。来ました。こっちじゃなかったんだけど、じゃあちょっと行ってみるか。それまでじゃあちょっとカットしよ
あと、なんか始まりました。ここなのかな。あっとかやけまさかこっちのパターンだと思わなかった。嘘だろ。じゃあ呼びましょう。仕方ない。あ、じゃあ北から来た場合にはこれ見れなかったな。まあ前回にもう最近千年の夢尽くしですね。75年目セミしぐれっていうのかな。75年目のセミしぐれ。この森には貴重な宝物がある。不思議な生き物が生息している。おそらくこの広い大陸を探し回っても他に見つけることのできない極めて珍しい生き物の唯一の生息地だった。これはあれかな。そのセミしぐれを今ちょうど聞いたからなのか、このイプシロン山脈なのかはわからないけど、多分違うよね。うん。今のを見てどこか他の森のことを思い出したんだと思うんだけど、どうなのかな。もっとも我々の宝物の珍しさは一目見て価値のわかるような珍しさではないのだがな。森を代々守ってきた小さな村の長老は、木の実を発酵させて作った酒を手に入った。季節は夏。森の入り口に構えた小さな砦には、セミしぐれがひっきりなしに降り注いでいる。おかわりでしょお分かりでしょうかな、皆さん方には。長老は砦に集まった数十人の屈強な男たちを見回した。男たちは揃って首をかしげた。ただ一人の例外を除いて。皆無かな。村の人々の視線は一斉に例外の男に注がれた。皆無とか言ったら、あんたは知ってるのか。村人に一人が聞いた。皆無は黙ってうなずき、指を天に向けて立てた。セミだ。皆無はその一言に、村人からどよめきが上がり、長老は嬉しそうにご存知でしたかと笑う。逆に武具に身を固めた男たちは怪訝そうな顔を見合わせる。彼らは皆傭兵だった。皆無もだよね、多分。森の宝物を守るために村人たちは雇われた。あそこにセミの絵があるじゃないか、右に。おいおい、ちょっと待ってくれよ。傭兵の一人が酒の酔いも、手伝ってか、ダミ声を張り上げた。俺たちが守る宝物ってのは、つまりセミのことなのか。このセミのどこが珍しいって言うんだ。どこにでもいるセミじゃないか。長老はさようとうなずく。ですからさっきも申し上げました通り、一目見て価値のわかるような簡単な宝物ではないのです。聞いたって同じだぜ。別の傭兵が呆れ顔で言う。このセミしぐれのどこが変わってるって言うんだ。俺っちの生まれ故郷でもセミはこんな風に鳴いてるぜ。他の傭兵たちも他の傭兵たちもちげえねえ、全くだと笑う。だが長老をはじめ村人たちはニコリともせず皆無に向き直っていった。守ってくださるのか、我らの宝物を。そのつもりでここに来た。皆無はもう一度聞かせてもらえますかな。皆無、もう一度聞かせてもらえますかな。あんたは本当にこの森の宝物の意味をご存知なのか。ああ。では問う。今年の夏の戦いはいつ実るのか。あんたはご存知か。皆無は酒を一口すすり、ふーっと息をついていった。75年だ。75年後の夏のために俺たちは戦う。そういうことだろう。村人たちはまたどよめいた。長老は満足そうに大きくうなずき、皆無の杯に酒を満たした。そしてきょどんとしたまま他の傭兵たちに長老は言う。わしらはこのセミしぐれを代々守ってきた。今年の夏のセミしぐれを聞かせてくれたのは、わしがまだ若者だった頃、75年前の村の男たちだ。去年の夏には76年前に守ったセミしぐれが森を揺らし、来年の夏には74年目に守ったセミたちが一斉に鳴き始める。わしらはずっとそうやって森のセミを守ってきたわけだ。兵隊さん方にはその意味がお分かりかな。要するに単純な算数の話だった。この森に生息するセミは地中に卵を産みつけられた後、75年もの長きにわたって幼虫の時期を過ごす。はあ。
75年目の夏にようやく成虫となって、地面の外に出てきて、1週間からせいぜい2週間の短い生をひたすら気丈で泣き続ける。死に臨む間際、気丈から地面に降りて交尾し産卵をして産みつけられた卵はまた75年間の長い年月を、土の中で過ごす。なるほど。今年の夏、セミシグレが聞こえるということは、75年前の75年前の森が平和だったということに他ならぬ。逆を言うならば、今年の夏、森が平和であれば、75年後にセミシグレを聞くことができる。わしらが今、なけなしの金をはたいてあんたらに集まってもらったのも、75年後の森にセミシグレを響かせるためなのだ。カエモを除く傭兵たちは皆あからさめに拍子抜けした顔になった。おいおいじいさん、ちょっと待ってくれよ。一人の傭兵がむっくりと立ち上がる。ってことは俺たちはセミを守るために命を張るってわけかい。そうなる。で、ここで必死に命を張って守ったとしても、それは75年後にならないと結果が出てこないってわけかい。確かにそういうことだ。うん。じいさん、悪い冗談やめてくれよ。金銀財宝ならともかく、たかが虫けらのために俺たちは命を落とすかもしれないんだぜ。それが傭兵というものではござらんかな。なあじいさん、もう一度だけ聞いてやるぜ。最後のチャンスだ。あんたたちの村が貧しいことはよくわかっている。本当に爪に火を灯すようにして貯めた金なんだろうな。それはわかる。よくわかるぜ。でもな、たかが虫けらのために75年後なんて言ったら、じいさん、あんたはこの世にいないんだぜ。この世にはいないんだぜ。そんなもののためになけなしの金をはたいて俺たちに命までかけさせて、あんた正気なのかい。まあそういう問題じゃないんでしょう。75年後の子供たちにセミしぐれを、聞かせたい。それのどこがおかしいのか、わしらには逆にさっぱりわかりませんな。ふざけるな、やってられねえぜ、こんな仕事。怒鳴り声とともに男は奮然として、砦を引き上げていく。数人の傭兵も、ちょっと待ってくれよ、俺も出ていくぜ。虫けらを守るために命を、おっとびっくりした。虫けらを守るために命を張るなんざ分が悪すぎらと追いかけるように後に続いた。さらに一人、また一人と傭兵は姿を消していく。言っとくが、支度金はこのまま頂戴していくぜ。誰もが去り際に一言付け加えた。砦には皆無だけが残された。おおあ、押すのか。セミしぐれか。セミしぐれは途切れることなく降り注ぐ。森全体が巨大な生き物になったかのような大きなセミしぐれだ。カイムさん、あんたよかったのかい。逃げ去った傭兵の代わりに砦で見張り番を務める若者が聞いた。ああ、最初からそのつもりでここに来たんだからな。逃げ出したあいつら、後で聞いたんだけど、結構札付きの連中だったらしいね。へえ、そうさ、仕事を終えた後があいつらの本当の仕事なんだ。攻めてくる敵から森を守り抜くまではいい。だがそこからあの連中は報酬のそういう札付き。報酬の上乗せを要求してくる。俺たちのおかげで村を守ることができたんだ。ちょっとばかし余分にいただいても罰は当たらねえだろうと。金目のものを奪う。あの男たちは上乗せ分が見込めないと知って仕事を放棄してしまったのだった。まあ確かにちょっと思ってたんだよな。金もらえてるんだから、とりあえずはね、まあ気持ちが乗らないのかなとは思ってたけど、とも思ったけど、そういうことだったんだ。なるほど。加山さんはどうして残ったんだい。もっと割のいい仕事は他にいくらだってあるだろう。たまには75年後の未来のために命を張るのも悪くない。そう思っただけさ。若者はふーんとうなずいて村の昔話を聞かせてくれた。俺が生まれるずっと前の話なんだけど、長老がまだ子供の頃、セミの鳴かない長老がまだ子供の頃、セミの鳴かない夏があったらしいんだ。つまりその75年前に森を荒らした戦が
出た飛ばされるパターン。ちょっと今のは読めなかった、残念。しんとした森の中で一人で座っている。嘘でしょ。俺が生まれるずっと前の話なんだけど長老がまだなんだよ、びっくりするな。俺が生まれるずっと前の話なんだけど、長老がまだ子供の頃、セミの鳴かない夏があったらしいんだ。ちょっとこのフェイントやめてもらえないかな。フェイントと、あと本当に消えちゃうパターン。もう心臓に良くないよ。セミの鳴かない夏があったらしいんだ。つまりその75年前に森を荒らした戦があったってことさ。セミが鳴かない夏の森ってのはゾッとするぐらい寂しいものだったらしいよ。森の木の一本一本は生きてるんだけど、森全体が死んじまったみたいな感じで、しんとした森の中で一人で座っていると本当に涙が出そうなほど寂しくて、なんで75年前のご先祖様は森を守ってくれなかったんだろうって悔しくて仕方なかったって長老は酔っ払うといつも言うんだ。カイマは黙ってうなずいた。知ってるさ。知ってるんだね、カイマはね。子供じゃない言葉を飲み込んで微笑みに変える。それでね、若者は続けた。長老が森の中で泣いてたら民の人が通りかかったらしいんだ。カイムだね。若くてたくましくてそうさ、ちょうどカイムさんみたいな人だった。これは消えないパターンかな。人だったらしい。その人は長老に言ってくれたんだ。今の寂しさや悔しさを忘れるな。そしてお前が大人になったら絶対に75年後の子供たちに同じ思いを味わわせるなって。今じゃもう顔も忘れちまったけど、その人の言った言葉だけはちゃんと覚えてる。はあ。長老は今でも何度も何度も俺たちに言うんだから。カイマはまた黙ってうなずいた。背中が少しくすぐったい。カイマの言葉だったんだね。これ覚えてるパターンもあったね、こういうのね。見た目が変わらないって本当なんだなとかって言われたこともあったね。長老は旅の人と交わした約束をずっと守ってきたんだ。どんなに商人たちに勧められても森を荒らすようなことはしなかった。攻めてくる敵を作らないよう近隣の村とも仲良くやってきた。時には損だと分かっている取引にも応じた。おかげで金儲けのチャンスをいくつも見逃して俺たちの村は貧乏なままだ。若者は自重するようにへへっと笑い、でも俺たちはみんな長老のやってきたことを恨んでなんかいないんだと続けた。ガキの頃から夏になれば必ずセミしぐれを浴びてきた。それは当たり前のことにして俺たちは育ってきた。長老やその前のご先祖様たち、俺たちに毎年セミしぐれを聞かせてくれた。全ての人たちに、俺たちはみんな心から感謝しているんだ。まあでもよくみんな信じてついてきているね。一人ぐらいはみ出し者がいてもいいけどまあいいんじゃない。信用してもらわないとさ、長老もね。カイムは何も答えない。心臓に良くないんだよ。だからカイムは何も答えない。ただ背中のくすぐったさを心地よく受け止める。遠い昔、もう80年以上も昔に出会った少年の顔を思い出す。ねえ、どうしてセミが鳴かないんだよ。どうして今年はセミが一匹もいないんだよ。昔のご先祖様はどうして森を焼き払っちゃったんだよ。と泣きじゃくっていた少年の瞳の輝きは今もなお長老の芝に隠れた目にも宿っている。長老長生きだね。そしてそれは代々大人から子供へと受け継がれて、皆無と共に砦を守る若者にも。だから皆無はここに来た。平和を守ってきたこの村はまた国境を破って勢力を拡大している隣国の、軍勢に攻め込まれようとしている。勝ち目は薄い。だが長老はこの夏を乗り切ってくだされば結構ですと言っていた。75年後、セミたちが75年後の夏のために産卵するまで奴らは森を踏み荒らさないようにしてくれればそれでいいのです。なるほど。おそらく隣国は貧しいこの村にはさほど興味は示さないだろう。森の向こうの都市を目指す行軍の通り道に過ぎない。なるほど。夏の終わりまで粘り通して秋になるのと同時に降伏すれば奴らはそのまま森を突っ切って都市へ向かうだろう。どうせ手土産に何か持たせてやらねばならないでしょうから、この老いぼれの首でも差し出すことにしましょう。長老は自分の首を跳ねる手振りをして笑っていた。この世に未練などない。もう十分に生きた。あとは75年後の子供たちに攻めしぐれを聞かせてやるために。
最後の生を生きる。そうか、じゃあ別に通り道に過ぎないんだけども、いきなりなんか阻まれてさ、いやいや、俺たちは別にお前のその小さな村を、お前らの小さな村を別に攻めるつもりはないよみたいなさ、ちょっと通らせてくれればいいんだみたいなことになるじゃん。いやいや、通らせるわけにいかないんだと。いやいや、こっちだって通らなきゃなんないんだみたいなやり取りがあって戦いに発展しちゃうよね。で分かってもらえないじゃん、多分セミのこと言っても。そんなどころじゃないんだから、向こうもさ。それでやっぱりどうしても、傭兵が必要なのかな。力で押さえつけなきゃダメなのかな。でもさ、どうせ手土産に何か持たせてやらねば。いやー、老いぼれの首でも、まあこれは冗談だろうけど、どっちにしてもそれだけじゃ全然収まらないね。だからって行軍をやめないよね。一つ教えてくれないか。カイマは剣を手元に引き寄せながら若者に言った。なんだい、君も大人になったら長老のように。ちょっと待って、ちょっとよくわかんなかった。ああ、カイマが言ったのか。一つ教えてくれないか。なんだい、君も大人になったら長老のように75年後の未来のために命を懸けることができるか。若者は迷うことなくああとうなずいた。俺たちは75年後の子供たちの喜ぶ顔を見ることはできない。でも今だって来年だって75年後だってその先だって、夏になれば森はセミの鳴き声で満たされなくちゃいけない。それはもうなんていうか大人の責任ってやつだ。俺だけじゃない。この村の若い連中はみんなそう思ってるんだ。いい若者たちを育てたな、長老は。何か言った？いや何も。カイマは身構えてじっと前方を見つめる。地平線に砂ぼこりがもうもうと立ち上っている。おお、来たんだ。いよいよ来たぞ。敵の一軍がやってきたようだ。来たぞ。セミが鳴く。鳴き続ける。敵が迫ってくる。さあ行くぞ。一人で？みんなね、だってカイマ一人なんでしょ。カイマは剣を手に戦いに挑む。セミシグレは、でも若者たちもいるのか。セミシグレは命の歌を奏でるようにやむことなく響き渡る。終わり？そういうパターンもあるの？大丈夫だったのかな。まあ大丈夫なんだろう。カイムはずっと気にしてて、75年っていうかさ、その時期になると来て顔出すようにしてたんかな。それとも体よくなんていうの、募集画を目にするや否や来てるのかね。いいじゃん、こういう終わり方か。なんかこのてっきり若者は死んだけど森は守られたとか、村人は惨殺されたけど森は守られたとか、カイムの獅子奮迅の働きでさ、そういう終わり方じゃなくてよかったよ。さてじゃあ頂上に行くまでカットしようかな。やっと、来ました。相当敵に出会ったよ。いや参ったおここなんだな。まさか1000年の夢じゃないよな。バウスの海に戻っていたのか。ガンガラね。ここ懐かしいな。あれ魔導研究してるっていう技術者の人、ここは魔導スポットだって言ってたけど本当かな。とにかく魔導計測器をセットしておくね。今度はクックか。いいね、いろんな人が。いいね。次はマックかな。よしちょっといろいろカットしてると思うんですが、ワールドマップに出たくてさ、ずっと奥まで来たんだけど、こんな長かったっけ。したらここに人がいんのよ。だから今ちょっと喋ってるんだけどね、喋り出したんだけど、私こんなとこ人がいなかったと思う。ちょっと話しかけてみようか。ルローの鍛冶職人だって。こんなところで人と出会うの珍しいこともあるもんじゃ。お前さんたち旅の者か。まあそんなもんだね。それよりじいさん、ここで何してるんだい。
いや何、ただの思い出巡りじゃよ。かつてこの山は鉱石が豊富に取れた有名な場所でな、わしも若い頃の火事の素材を求めて通ったもんじゃ。そうなの。まあグランドスタッフの建造をきっかけに資源が掘り尽くされ、炭鉱も閉鎖されての、今じゃ何も残っとらんわ。確かにここちょっと錆び出てるんだよな。それだけ？それだけ？さっきから結構敵に出会ってるんだけど、ここのじいさん大丈夫なのか。では、今回はここまでにしときたいと思いますが、あとね、ちょっと行ってみたいとこがあるんで、ちょっと裏で行ってみますね。段級の岩窟だっけな。ノーチラスからちょっとノーチラスで潜っていけるかもしんない。まあそこ行けたら次回そこやりましょう。とりあえず一通り回った地上はね。では今回はここまでにしときます。次回は、そのノーチラスで潜ったところに行けるか、あるいはそっか、赤い森にも行きたいんだけど行けないんだもんな。トレハンメモだったっけな。それかまあいよいよメインストーリー進めるかっていう感じですね。それから何回か前にやったバックヤード、まだケロロンしか戦ってないんだけど、別動画として作ってみます。ちょっとまだ戦ってないんだけどね。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラティでした。じゃあね。